こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は抹茶入りの生地に甘納豆を巻き込んだ抹茶ロールをご紹介します。生地はふんわり柔らかく、抹茶の香りが引き立ってとても美味しいパンになります。仕上げのアイシングで見た目も味も大満足です。用意する材料はこちらです。まず生地作りです。容器にバターと熱湯を入れて、バターを完全に溶かします。バターが溶けたら冷たい牛乳を加えて適温にします。ドライイースト、砂糖、塩を入れて軽く混ぜます。強力粉と抹茶パウダーを加えて混ぜ合わせます。今回の生地は少量なので小さな容器でも作れます。小さな容器で作るときはぐるぐる回すように混ぜると早く混ざります。粉っぽいところがなくなるまで混ぜ込んだら、表面を平らにならして蓋をします。2倍の大きさになるまで一次発酵を取ります。今日はオーブンの発酵機能45度で30分発酵させました。生地の高さが2倍になっていたら発酵完了です。容器を裏返して気泡がたくさんできていれば十分に発酵しています。打ち粉を振って生地を取り出します。何度か折りたたみながらガス抜きをします。このまま5分休ませます。休ませた生地を手で押して綿棒で 15×30 センチの長方形に伸ばします。生地が縮んで伸びにくいときはベンチタイムをとって生地を緩ませてください。伸ばした生地の表面に溶かしバターを塗ります。グラニュー糖と抹茶パウダーをよく混ぜてからバターの上にまんべんなく振りかけます。溶けたバターに染み込んだら甘納豆を均等にのせます。手で軽く押して生地になじませます。今日は3種類の甘納豆を使っているので色とりどりになりました。手前の生地を1センチほど折りたたみ、それを芯にして巻きます。巻き始めは甘納豆を動かさないようにゆっくり巻いてください。左右交互に巻くと太さが均等に巻けますので、ぜひ試してみてください。
巻き終わりの生地をつまんで留めます。軽く転がして形を整えます。閉じ目が下になるように置いて、カードで6等分に切ります。渦巻きが上になるように天板に並べます。厚さが1センチくらいになるように手で押してください。乾いた布をかけて、暖かいところで2倍の大きさになるまで二次発酵を取ります。全体にふんわりして大きさも2倍になったら発酵完了です。170度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。低温のオーブンで焼くことで生地の色がきれいに保たれます。渦巻きの間から抹茶の色と甘納豆が見えています。生地が冷める間にアイシングを作ります。粉砂糖に水を加えて少し流れる程度の硬さにします。パンがしっかり冷めたらアイシングをかけます。こんな風にパン生地はふわふわです。抹茶の香りと甘納豆がよく合って美味しいパンになりました。食べきれないときはすぐに冷凍してください。自然解凍でふわふわに戻ります。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介しています。チャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。